はい、こんにちは。高知のガレージ省営スタッフ前田です。今回は何度かに分けてお送りしますワーゲンのマルチバン。その今回の作業はケーブルの引き回しの動画ですね。作業内容としてはドアのスピーカー線の2線と P6 を今回つけるんですけども、椅子の下へそれ向けての引き回し、あと電源の引き回し、あとデッキの部分から椅子の下へのハイインプットのスピーカー線、この部分の作業を紹介したいと思います。その引き回しにあたって外さなきゃいけない内装のパネルとかの外し方とかも一緒に紹介していきたいと思います。今回引くスピーカー線が M&M デザインの SNMS9500 The1 っていうフラッグシップのケーブルなんですけども、これがプラスとマイナス太い線で2つ並んでくっついている状態、平行線のような状態の線なんですけども、普通の一方の線の中に2本のプラスとマイナスの線が入っている形状とはちょっと違っているので、これ引き回しにちょっとコツがいったりとかするので、その分とかも紹介していきたいと思います。それでは作業にかかっていきたいと思います。はい、この椅子の下へスピーカー線とかを引くのに、このサイドステップを外したい。でもサイドステップの上に B ピラーのカバーがかぶっているんですよね。なのでこの B ピラーのカバー外してサイドステップのけてやっていこうと思います。まず50番のトルクスでシートベルトのスタッカーを外します。ちょっとパネル浮かして覗き込んでみると、これの上にこれがかぶっているようなので、上から順番に外していきます。まず取っ手のカバー、はい、ここは30番のトルクスですね。パネル自体は簡単に外れました。次はこのパネルを抜きました。ここについてるピン、普通のピンが外れたらパコーンって爪がついてて引っかかって抜くような感じのやつじゃなくて、ネジみたいな形状のピンがついてて、外す時になんかズズズズズズみたいなちょっとずつ抜いてくるので、最初分かんなかった、なんだこれはってなってました。はい、やっと泣きました。ここもさっきの B ピラーと一緒で、このネジみたいなこのピンがすぐに抜いてくれなくて、ちょっとコツがいるようです。はい、このハンドルの下回り、ここをちょっと外してみようと思います。まず側面のこのパネル、こっち向きに引っ張ったら簡単に外れます。次にこのライトのスイッチ、これ0の位置からこれをグッと押し込んで時計回りに回してあげると、こんな感じで簡単に外れます。はい、この中に20番のトルクスのネジが1個いるので、それを外して、はい、ちょっと苦労しましたけど抜きました。ライトのスイッチのカバー、下側はネジで1本止まってるんですけど、上はこう2箇所爪がかかって止まってます。はい、あとは下のパネルは引っ張るだけで抜きました。ボンネットオープナーの外し方は、ここの見えないんですけど、この奥側に隙間が空いてて、そこにマイナスドライバーか何か突っ込んで、ちょっとこれ大きいな、このプラスチックのピンみたいなやつを外してあげます。そしたらもう簡単に外れます。
フォルクスワーゲンほとんどこんな形式になってますね。はい、グローブボックスの外し方は、ここの中にネジが4箇所と、ここに1箇所、2箇所、3箇所。この下3箇所を外して、あとは引っ張れば外れます。通線をするのにセンターコンソールをばらしていこうと思ってやっております。途中、外し方報告で。まず、ここのシガーソケットのある蓋、これ開けて、ゴムのトレーがある。トレーシートがあるので、これを外すと、奥にネジが1本、この奥の方にあるので、それを外して、全体パコって外して、その後、このシフトの何足に入っているとか、の表示がついているパネルごとパコンと一回浮かします。シフトノブの外し方がよくわからなかったので、このブーツをこのパネルから外しました。これ爪硬くて大変です。この中をブーツをこうちょっと縮めながら抜いて外して、最後にこのパネルを外し切ると外れます。この下にこんな蓋があるんですけど、ここ奥にヒューズがいるので、もう引っ張ったら簡単にパコンと外れます。そこ外したら、よいしょ。下に2箇所、ここも全部20のトルクスがいて、さっき外したパネルの中のこのドリンクホルダーの部品の上側にも2箇所ネジがいるので、それを外すと引っ張ればドリンクホルダーが外れます。はい。で、センターコンソール、最後、周りぐるっと、9箇所、見て止まってるところを外していって、パネルを引っ張れば、このように外れてきます。はい。デッキの部分の配線です。もともと、どっかでナビを付けられてた状態、ぐちゃぐちゃ度合い、マシはマシでしたけど、やっぱ気に入らないんで、綺麗に直しました。ハイインプットで入れる分のスピーカー線は、M&M デザインの SNMS2500 3、これを使ってます。はい、それではまずドアをばらしていきます。ネジが止まっている箇所が、ここの中に2箇所、ここに1本、この下にちょっと変わった形状のクリップがおりますので、それを外して、あとは引っ張って外していきます。まずこのカバーを乗っけていきます。この黒の部分、周りのこの脂肪目と比べたこの脂肪のない部分ですね。これ、斜め手前上みたいな感じで抜いていきます。養生しておいて、下に爪が3箇所と、ここに金具にはまる爪が2箇所。で上に小さい、爪が2箇所。ここの爪はちょっと小さいので、あんまり上にねじり上げたりとかすると折れてしまうかもしれないので気をつけてください。カバーを外すとこの中にネジがいるので、はい、このトルクスネジですね。30番。その番手の大きさで外します。で、上のネジを外したら、次、ここですね。この真ん中のスピーカーがついてるところの下に、もう一個トルクスのネジが。内張りの一番下に、こういった形状のクリップがおります。これ六角に、なんて言うんです？つばがついてるみたいな形になってるんですけど、これ今両横にそのつばみたいなのが出てるので、それを90度回して縦にしてあげると、縦に楕円の穴が開いてるので、それに形が合うので、外れるようになります。はい、ここはトルクス20番ですね。下の特殊な形の六角のやつは10なので、10のスパナーか何かで。はい、あとは周り、ピンで止まってるだけなので、引っ張って外していきます。これ、ドアの内割れ外す前に、パワーウィンドウのスイッチ、これ先外しとかないとコネクタ抜けないですね。ついて止まってる
前の方から道具かなんか使ってパコパコっと起こしてあげれば外れます。はい、これで内張りが外れました。はい、次に純正スピーカーを外していきます。なんか純正でなかなかごっついゴムのカバーみたいなのついてますけど、これを外します。よいしょ。純正のスピーカー6箇所リベットで止まってます。スピーカー線を外しておいて、今回はこの 5.5mm のドリル切りでリベットを壊してのけていきます。はい、これで外れました。残ったリベットはニッパーで切ったりとかしていきます。このピラーを外していきます。カバー外して中に30のトルクスのネジがいるので、それを外してはい、エンジンルームに電源線を引いていってます。通してありますけどもう見えないところなんで、ちょっともう先にそのまま作業を済ましましたけど、ここに室内から来てる車両のメインハーネスの大きいグロメットがあって、その周りにオプションの線とか多分通す用やと思うんですけど、小さい穴が開いてたので、そこを使って電源を通してってます。線が切れないようにとか耐熱とかいろいろ含めコルゲートチューブを巻いてるんですけども、使っているケーブルは M&M デザインの SNMP5800 という8ゲージの電源線を使ってます。これを引く際にエンジンルームで固定をしていかなきゃいけないんですけども、例えばですね、ここに純正の線がいるんですけども、コルゲートチューブこれも巻かれてます。でもこの先に電線が裸の状態で出てるんですけども、こんなこの近くへ引いてあって、車が走ったりエンジンの振動とかでこうタン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 動いたりして当たると、コルゲートチューブが硬いので電線が被覆がむけたり切れたりとかして危険なので、基本はこの近くへ止めないっていうのがまず基本なんですけども、どうしても止めなきゃいけない場合とかはもうこうくっつけて、後で引いたこのコルゲートチューブの線が動かないように固定するようにします。大げさに例えて言えば紙やすりもうこうギュッと当ててギュッてもう固定してしまえば削れないのと一緒で、これも動かないようにしてあげます。これ2本うちへも車が入った時にはすでに引かれてたんですけども、これが今固定してます。タイラップで縛ってますけど、ここのエアコンの配管のところフリーになってて、それこそこれもタン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 当たるような状態でした。で配管ずーっとタン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 当たってたらこっちも割れたりする可能性があるので、動かないようにここでタイラップで縛ってます。今回引く線はこのエアコンの配管の近く通りたくないので、ここら辺に純正の線がいるので1箇所縛ってこっちへ浮かして引いていきます。はい、それでここにヘッドのカバーがあったので、それを戻しておきます。はい、エンジンルームのバッテリー周りはこんな感じです。この奥から来て、ここにヒューズが入るカプラーなんですけども、これが折ってターミナルへ。これもともと引かれてあったケーブルのヒューズの部分なんですけども、新たに引いた8ゲージの線にくっつけました。これもタン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 当たらないようにっていうその含めですね。で今回引いた線のヒューズはこのヒュージブルリンクっていうこの青いこのケーブルの部分がこれがヒューズになっているものです。これ使うメリットっていうのは、昔の車とかはヒューズにこれ使われてたみたいなんですけども、言えばもう原始的なヒューズのやり方みたいなんですね。実は構造がシンプルに平端子でこのカプラーでヒ
ヒューズの脱着させるんですけども、例えば缶ヒューズのとか使った場合に囲ってちゃんとはまってて外れてはない、こうやって切れてるか切れてないか確認したら切れてもないけど中でハンダが浮いてたりとかして、なんで電気が流れないんだろう、切れてもないのにっていうトラブルになったりとか可能性があるんですけども、このヒュージブルリンクの場合だとちゃんと端子が付けられていれば間違いなくケーブルを端子でかしめてる。なので浮きようもないので、ヒューズが切れた場合だともう一目にここが焼き切れるみたいなので、切れてるか切れてないかの視認も早いです。オーディオに使う電気っていう考え方にしても、ヒューズの細いこの缶の中の細い線とか差し込みのやつの場合だったとしても、途中をこうピッと細い鉄というか金属の部分を通っていくものよりも太めのケーブルでしっかりと流してあげた方が音的にもいいです。室内の方の配線が終わってないのでまだ付けはしないですけども、最後にこれをつけて終わりにするようにします。このカバーをつけたらこういう形で収まるように引いております。前回りはこれでヒューズをつけるだけっていう状態で終わりです。はい、運転席下にヘリクスの P6 をつけるので椅子を外していきます。まずこのベースとその上に椅子が乗ってるみたいな感じになってるんですけど、椅子を多分乗けないとベース乗けれそうにないので、前方に13のナット、後方に13のボルト2個ずつ止まってるので、それを外して椅子を外していきます。よいしょ。でジャンクションの中継のカプラーとヒューズとトルクスのネジで止まってるので、それを外してこの下に止まってるボルトを外せばこの枠が抜いてくるって感じですね。はい、このベースのフレームの止まってるナット、ヨーロッパ車なのでひょっとしたら 16mm なのかもしれないですけど、8分の5インチでもいけました。ちょっと特殊なサイズであんま持ってないかもしれないので、もしやられる方はご準備を。サイドこっちへくっついてる。サイドブレーキのレバーが椅子のベースフレームにくっついてたので外しました。カバーがこっついてて、まずこの上のカバーを前へスライドさせて外して、下の箱型のカバーを上へパコンと外して、中に止まってるナット2つ外せば外せますした。これでよいしょ、椅子のベースフレームが外れました。はい、続いてはドアにスピーカー線を引いていきます。まずちょっと今回引くスピーカー線の使い方といいますか、テクニックといいますか、ちょっと紹介したいと思います。今回引くスピーカー線は M&M デザインのフラッグシップ SN-MS9500 The1 っていうちょっと太めの平行線、このスピーカー線を引いていきます。平行線なのでこの向きは自由自在に曲がりますけども、こっち横並びを横へ曲げるのはほとんど曲がらないです。なのでまっすぐ引いていく分にはいいんですけど、まっすぐから途中曲げたい時曲げれないので、2本くっついてる平行線手で簡単にグッと裂いてあげて、曲げれば自由自在にどのようにも1本ずつになっているようなものなので、どのようにも曲がりますので、曲げるところでは裂いてあげて、でバラバラになると引くときに引きにくかったりするので、まっすぐのところはもうくっつけたままで引くのがいいと思います。なのでこれドアの通線していくところも、このキックサイドの足元ぐらいまではくっついた状態で、ここからは裂いてあげて中入れてあげれば引きやすいと思います。ではやっていきます。はい、まずはこのドアの蛇腹のブーツ、ここを外します。両端プラスチックの枠が中にいて、側面に爪があるので軽くキュッと押し込んであげて外せば簡単に外れます。両側外してちょっと線通しにくいんで、この純正のカプラーをジョイントのカプラーをちょっと引き抜いておきます。このブーツ大きくて中に入ってる純正の
ハーネスは細いのでガバガバに開いてます。なので道具を使わなくてもスピーカーケーブル簡単に通ります。通ったらあとはこの蛇腹を元に戻すだけです。はい、これでドアの通線終わりです。はい、スピーカー線とか電源線とかの椅子の下までの引き回しが終わりました。こんな感じで基本まっすぐ、曲がるところとまっすぐの組み合わせ、そういった引き方をしてます。あと電源とかは他とちょっと離したりとかして引いてます。曲がるところ MS9500 のザワン、この平行線のスピーカー線、曲がるところまで向いてあげたら弾きやすいですって言ってた分、例えばキックサイドの方ピラーについたスケールの上からスピーカー線が降りてきてるんですけども、あとドアのブーツから来た分、下までずっとここら辺まで咲いていってます。ここからまっすぐなのでまっすぐで残して、ここからまた曲がってるので、ここから先全部平行線を割いて自由に動くようにしてます。助手席側から来てる分は助手席側からずーっとまっすぐできてるので、ここら辺まではくっついたまんま、ここら辺から割いて先をずーっと全部割いて曲がるようにして引いてます。ハイインプット用のデッキからの線はこのコンソールの中を通って出てきて引かれてます。でマイナスは車両のアースのポイントがあったので、そこを使って今回は取りました。これで椅子のベースフレーム組んでプロセッサーをつけて配線引き回すためにバラしたダッシュ周りの内装を戻していきます。はい、これシートのベースフレームですけども、この中にヘリクスの P6 をつけます。ただここ純正の線とかがこういっぱい来てて床に直置きは無理なので、今回 MDF でこういった台を作りまして、でそれを乗せといて、その上にこう P6 をつけるようにしました。この高さまで上げておけば、椅子を全部組んでる状態でも椅子を前に動かせば、道具とかは入るので、何かトラブルの時に椅子をばらさなくてもある程度のことができるようになるので、この高さまで上げてきました。これだいたい面ぐらいですね。椅子の中なので簡単に目立たない程度に黒くこの台は塗ってワイヤリングしていきます。はい、 P6 の取り付けが終わりました。椅子の下についてますけど、ごちゃごちゃせず綺麗についていると思います。これでこの椅子を組んでいきます。はい、内装も付け終わりました。太い線とかいっぱい引いてますけど、どこも盛り上がったりすることもなく綺麗に収まっております。椅子の下前から覗くとこんな感じで中にプロセッサーが付いております。後ろから見るとこんな感じです。はい、今回の動画はフォルクスワーゲンのマルチバン、この車のケーブル類の取り回しとプロセッサー内蔵アンプのヘリクスの P6、 こちらの取り付け以上となります。このマルチバン、他の動画で制作過程とか取り付けとかを上げていきますので、よろしければ他の動画もご覧ください。それでは最後まで視聴してくださいましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。曲がるところとまっすぐの組み合わせ、そういった引き方をしてます。あと電源とかは他とちょっと離したりとかして引いてます。ここからまっすぐなのでまっすぐで残して、ここからまた曲がってるので、ここから先全部平行線を割いて自由に動くようにしてます。